こんにちは、ほやです。今回は、前回の動画に続き、このタイドプールで見つけた、ウミウシを紹介します。前回の動画を見ていなくても、特に問題はありません。2月下旬の、まだまだ寒い時期ですが、水は澄んでいて、とても綺麗ですね。それでは早速、始めましょう。いつものように、ウミウシが、石の裏側についてないかを、見ていきます。なんかついとらんかな。外れやな。これはどうかな？おお？ウミウシっぽい何かがついていますね。ここと、ここと、ここです。写真と動画を撮っておきましょう。ここで撮影した動画が、こちらです。マツカサウミウシです。大きさは8ミリくらいで、松ぼっくりのような、もこもこしたやつが、背中にたくさんついているのが特徴です。マツカサウミウシの仲間は、ちょっとした違いで、別の種類に分類されるので、正しく見分けるのは、なかなか難しいです。正直なところ、この個体も、マツカサウミウシではなく、沖縄マツカサウミウシかもしれません。同じ石に、もう一匹ついていました。卵が見えるので、どうやら産卵中のようです。邪魔しちゃ悪いので、このくらいにしておきましょう。こちらは、コガネマツカサウミウシです。さっきのマツカサウミウシと、よく似ていますが、松ぼっくり状の突起の先端が、黒くなっていることで区別されます。本当に、ちょっとした違いで、別の種類に区別されるんやなぁ。角度を変えての撮影です。左下に、卵が見えますので、産卵を終えた直後のようです。大きさは8ミリくらいしかありませんが、卵を産んでいるということは、このサイズで、十分大人のサイズなんやな。小さいのに、すごいなぁ。さっきの石についていたのは、この3つでした。ここからは、この日に見つけたウミウシを、どんどん紹介していきます。マダラウミウシです。大きさは2センチくらいと、この日に見つけたウミウシでは、割と大きめのサイズです。オレンジ色の体に、黒いまだら模様という、そのまんまの名前ですね。ちょっと古い図鑑には、黒下なしウミウシと、紹介されているものもありますが、発見された当初はマダラウミウシと名付けられ、研究が進むにつれて、黒下なしウミウシの色違いじゃないの？という説が有力になり、黒下なしウミウシとされていた時代もありました。その後、さらに研究が進んで、やっぱり黒下なしウミウシとは違うわ。ということがわかり、マダラウミウシという名前に戻る、という経緯があります。いろいろと複雑な経緯があったようですが、当の本人たちは、そんなこと、全く気にしていないでしょう。このウミウシを見つけたときは、ベッコウヒカリウミウシだと、思ったのですが、よく見ると、ベッコウヒカリウミウシにしては、体の色が薄く、なんか変だなぁ、と思っていました。帰ってから図鑑で調べてみると、プロカモフェルス、ケイロニクスという、ベッコウヒカリウミウシとは、違う種類のウミウシでした。学名だけで、日本語の名前はついていないようです。ベッコウヒカリウミウシと同じように、
体の真ん中付近に、一対ある、ピンク色の球体が光るようですが、それほど明るく光るわけではないので、明るいところでは、わからないようです。光っているところ、みたいな猫舌ウミウシです。このタイドプールでは、年に何回か出会いますが、数はそれほど多くないと思います。地味な色合いなのと、なんだか複雑な体つきをしているので、そこにいても、見つけにくいのかもしれません。ところで、なんで、猫舌という名前が付けられているんやろな。熱いものが、苦手なウミウシなんやろか。このウミウシを見つけたときは、なんか色の薄い、猫舌ウミウシやなぁ、と思っていたのですが、帰ってから図鑑で調べてみたところ、スガシマコネコウミウシという、別の種類のウミウシでした。なんか、今回はこのパターン多いな。初めて出会ったウミウシですが、今回のウミウシ探しで、一番たくさん見つけた種類のウミウシなので、この時期に、たくさん出てくる、ウミウシなんだと思われます。観察ケースに入ってもらったところ、なぜか、壁にくっついてしまいました。まあええわ。角度を変えてみました。ゆっくりとした動きが、なんとも優雅ですね。ウミフクロウを見つけました。こちらは名前の通り、フクロウっぽいニュアンスのある、姿形だと思います。この個体は、2センチくらいの大きさでしたが、10センチくらいまで、大きくなるようです。何でも食べる、雑食性のウミウシとしても有名で、進行方向にあるものは、何でも食べてしまうようです。まるで、掃除機やな。ウミウシにしては、ものすごい速さで動いていますね。カメノコフシエラガイを見つけました。ワインレッド一色で、よく目立つウミウシなので、石をひっくり返したその瞬間にわかります。正面から撮影してみました。ウミウシの正面顔、割と好きなのですよ。名前の通り、カメノコっぽい模様をしていますが、見方によっては、梅干しっぽくも見えますね。今回は、このくらいにしておきましょう。2回にわたって、2月下旬という、寒い時期のウミウシ探しの様子をお届けしましたが、ウミウシたちは、元気に生活していました。この時期にしか見られないウミウシにも出会えて、充実した一日だったと思います。今後も海の生き物動画を上げていきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた、どこかの海でお会いしましょう。